任天堂の倒し方を知ってる。みんながそう信じた理由。あなたは2012年に言います。手元に100万円あります。20年間、売りません。投資先は2社、A 社と B 社。どちらを選びますか？まず B 社を見てみましょう。B 社の営業利益率は 30% を超えています。売上は前年比2倍。時価総額は約3700億円。上場からわずか数年で日本を代表する企業の仲間入りをしようとしていました。最も注目される企業の一つとしてメディアは毎週のように取り上げています。では、A 社、上場以来初の営業赤字、株価は最高値の4分の1以下、主力製品は時代遅れと言われています。さて、B 社と A 社、どちらに投資しますか？1、アキラ、B 社に手を挙げた方。正直に言うと、私も当時そちらだったと思います。B 社はグリーです。A 社は任天堂。今の私たちには答えが見えています。でも、それは結果を知っているからです。今日考えたいのは答えではありません。なぜ当時、賢い人たちが全員同じ方向に間違えたのか、その理由です。2章、2012年当時の記事を見てみます。ゲーム機の時代は終わった。スマートフォンが全てを変える。任天堂は時代遅れのビジネスモデルだ。似たような記事がいくつもあります。不思議です。書いたのはそれぞれ別の記者です。別の媒体です。なぜみんな同じことを言っているのでしょうか？当時のグリーを見てみましょう。売上は数年で急拡大。利益率は 40% を超えていました。この数字が続けば、任天堂を超えるのは時間の問題に見えました。人間の脳は、伸びているものを見ると、そのまま伸び続けると計算します。2本の線を脳内で延長する。すると、交わる点が見える。任天堂を抜く日が来ると、これを外装バイアスと言います。さらに、当時は完璧な物語がありました。スマホ時代が来た。ゲーム機は終わる。グリーが勝つ。整合性のある物語は、疑われません。疑う理由がないからです。これをナラティブバイアスと言います。グリーが勝つという物語を信じた人には、それを支持するニュースだけが目に入りました。任天堂の回復の目は、見えませんでした。見ようとしていなかった。と言った方が正確かもしれません。これを確証バイアスと言います。3つのバイアスが重なった時、人は集団で、同じ方向に間違えます。マイリアキラ、ここで、ある言葉の話をします。任天堂の倒し方、知らないでしょう。俺らはもう知ってますよ。グリーの社員が言ったとされる言葉です。ゲーム業界では有名な言葉です。今でも検索すると、膨大な記事が出てきます。ただ、調べるとわかることがあります。録音は存在しません。動画も存在しません。発言した面接官の名前も、誰も知りません。出典は2012年12月のある記事、グリーの面接を受けた人から、ライターが伝聞で書いたものです。後に、グリーの田中社長は否定しています。そもそも、そういう発言はしていないと。では、なぜこの言葉は今も生きているのでしょうか？証拠が一つもない言葉が、なぜ多くの人の記憶に残っているのでしょうか？当時、グリーへの反感がありました。コンプガチャ問題、急成長企業への嫉妬、グリーがそう言いそうだという感情が、証拠の代わりになりました。人は、聞きたい言葉を聞きます。信じたい話を、事実に変換します。これも確証バイアスです。倒し方の発言が本物かどうかより、証拠がないのに広まったこと自体が、人間の認知の本質を教えています。4章。では、2012年の人たちは本当に間違えたのでしょうか？今から見ると、任天堂は復活し、グリーは縮小しました。だから私たちは、任天堂が正しくて、グリーが間違っていたと考えがちです。でも、それは本当でしょうか？ここで少し違う見方をしてみます。2012年の人たちが信じていたのは、グリーだけではありませんでした。スマホが来る、ゲームは変わる、市場は拡大する、これらの予測は、当たっていました。では、何を間違えたのか？勝者の名前です。未来の方向は当たった。勝者だけ外した。これは珍しいことではありません。19世紀、鉄道が世界を変えると信じた人は大勢いました。実際、鉄道は世界を変えました。でも、当時投資家が熱狂した鉄道会社のほとんどは、今存在しません。未来を当てることと、勝者を当てることは、別のゲームです。小明、2012年。みんながスマホゲームを信じました。だからお金が集まりました。だから人材が集まりました。だから市場が大きくなりました。共同幻想。簡単に言えば、みんなが信じることで現実になる物語です。2012年のグリーへの熱狂は共同幻想でした。グリー自身は勝者になれなかった。でも共同幻想そのものは現実になりました。スマホゲーム市場は実際に巨大になりました。もし誰も信じなければ、その市場は今ほど大きくならなかったかもしれません。私たちは未来を予測しているのではありません。未来についての共同幻想を作っているのです。ところで、今の私たちはどうでしょうか？ AI が来ることと、誰が勝つかは別の話です。20年後、私たちは今の自分たちを笑うのでしょうか？それとも、2026年の熱狂もまた、次の時代を作る共同幻想だったのでしょうか？市場とは、共同幻想に値札をつけたものです。間違った企業にかけたお金だったかもしれない。でも、正しい未来にかけたお金ではあったのです。